今では手に入らない、昭和の独自のものを、ご存知ですか？ねえマリサ、やっぱり昭和のものっていいわよね。お、どうした？急に昭和モード全開だな。あの頃の食品って今じゃ見かけなくなったけど、独特の味があったわよね。ああ、わかるぜ。昔の食品って味も見た目も特別だった。今ではもう手に入らない、幻の食品も多いんだよな。幻の食品って、それ、めちゃくちゃ気になるじゃない。ということで今回は、これ知ってたら2だね。今では手に入らない昭和の幻の食品7選を紹介していくぜ。特に最後は超懐かしいものだから、楽しみにしてほしいわ。この動画を最後まで見れば、昭和の思い出にどっぷり浸れること間違いなしだぜ。それなら、安心だわ。というわけで、ゆっくりしていってね。まず一つ目は、ハンコください。だぜ。すごいネーミングね。宅配便の人かしら。いや違うわ。ハンコください1985年昭和60年に金棒食品から発売された。まさにハンコの形をしたお菓子なんだ。ハンコの形？ああ。ビスケットにチョコレートが乗っていて、そのチョコには日本人の名字が刻まれてたんだぜ。名字入りのチョコなんて、聞いただけで面白いわね。当時は、佐藤や、鈴木といった有名な名字が使われてたから、友達の名字を見つけるのがちょっとしたゲームになってたんだ。確かに、友達の名字が出たらテンション上がりそうね。そうなんだ。だからお菓子を通じて、コミュニケーションが生まれるきっかけになったんだ。単なるお菓子じゃなくて、遊べるツールだったってことだな。宝探しみたいな感じね。今のガチャガチャみたいな感覚ね。そうだな。当時の子供たちの間では、〇〇くんのハンコが出た、なんて会話もあったらしいぜ。だからこそ、友達同士で盛り上がれるお菓子として大ヒットしたわけだ。なるほどね。さらに、お返事くださいという姉妹商品も登場したんだ。1990年平成2年に発売されて、こっちはイチゴ味のチョコで、ラブミーとか、キスとかのメッセージが彫られてたんだぜ。何それ、なんかちょっと照れるわね。女子向けに人気だったんだよな。こういうメッセージを交換するのが、当時の子供たちの友好だったんだぜ。でもさ、そんなに面白いお菓子なのに、なんで売らなくなっちゃったの？ 1990年代の初めに一度販売が終了したんだが、2000年平成12年に一度だけ復刻されたんだ。その時は、松坂や、浜崎みたいな当時の有名人の名字も取り入れられて、また話題になったんだよ。それ、絶対また流行ったでしょう。もちろんさ。でも長くは続かなかったんだな。どうして続かなかったの？時代が変わって名前や印鑑の文化自体が少なくなってきたからだ。今はデジタル化が進んで、印鑑自体を使う機会が減ってるから、若い世代にはピンとこないのかもしれないな。ああ、確かに最近は印鑑もデジタルサインで済ませることもあるわね。でも、だからこそこういうレトロなアイデアは今の若者にも新鮮に映るかもしれないんだぜ。レコードが流行ってるのと同じ理屈かしらね。ああ、そうだな。実は今でもこの、ハンコくださいの再販売を望む声は多いんだ。懐かしいだけじゃなくて、人とのつながりを感じる体験を提供する商品だったからだな。いいわね、今の時代だからこそ、そういう体験が求められてる気がするわ。まさにその通りだ。名前というパーソナルな要素を取り入れることで、ただのチョコ菓子以上の価値を生み出したんだよな。復活したら絶対買うわよ。霊夢の名前が出るまで全部買い占めたりしてな。ふふ。それも悪くないわね。二つ目は、コーヒーガムだ。1962年昭和32年にロッテから発売された商品だぞ。コーヒー味のガム、子供向けなのにちょっと大人っぽい感じね。そうだ。昭和の時代、コーヒーは、大人の飲み物で憧れの対象だったんだよな。それを子供でも手軽に味わえるようにしたのが、このコーヒーガムだったんだぜ。なるほどね、飲めないけど、ちょっと背伸びした気分を味わえたわけね。ああ、ガムの中でも特に人気があった理由はそこにあるんだ。ほろ苦さと甘みが絶妙で、ただの甘いお菓子とは違った魅力を感じさせたんだな。確かに、普通のガムと違う大人っぽさを楽しめるのは新鮮よね。コーヒーガムが登場した背景には、戦後の菓子文化の発展があるんだ。アメリカから広まったガム文化を受けて、日本でも色々な味のガムが作られるようになったんだぜ。だからコーヒー味なんて冒険的な味も生まれたのね。そういうことだ。昭和の時代、コーヒーはおしゃれな象徴でもあったから、手軽にそれを楽しめるコーヒーガムは若者たちに人気だったんだよな。ガムの形状も駄菓子屋にぴったりだし、子供から大人まで楽しめそうね。その通りだ。板ガムは手軽で、どこでも持ち運べるから、学校の休み時間にも重宝されたんだぜ。でも、今はあんまり見かけないわね。なんで売れなくなっちゃったの？1990年代に入って、嗜好品の多様化が進んでいろんな新しいお菓子が出てきたんだ。
それで一度市場から消えてしまったんだよな。それで終わりってわけじゃなさそうだけど。そうだ。実はコーヒーガムは何度か復刻されてるんだ。2023年には、推しガム総選挙で1位に選ばれたんだぜ。今でも人気があるなんてすごいじゃない。ああ。昭和を懐かしむ世代にはもちろん、レトロなデザインや味が今の若者にも新鮮に映るんだな。SNS でも、甘すぎないガムとして話題になっているんだぜ。なるほどね。コーヒーのほろ苦さが大人にも受けて、通販サイトや店舗で手に入れやすくなったこともあって、幅広い世代に再び支持されたんだ。復活したのも納得ね。今の時代でも新しい魅力があるなんて素敵だわ。ただのガム以上に、昭和の文化や思い出を象徴する商品だからな。コーヒーガム、見かけたら絶対買うわよ。レイム、気に入りすぎてガム噛みながら大人の気分を満喫しそうだな。その通りよ。これで私も、ちょっと大人になれるかしら。いや、それはガムだけじゃ無理だと思うぞ。そこは同意してよ。3つ目は、NCAA だぞ。何それ、大谷翔平とか。いや、それは MLB だ。じゃあ何なの？ NCAA は1981年昭和56年にサントリーから発売されたスポーツドリンクなんだ。スポーツドリンク。なんだかすごい名前ね。ああ。NCAA は全米大学体育協会との契約でできた商品で、名前もその略称から来ているんだ。なるほど。そうだったのね。当時の NCAA の缶デザインはシルバーに大きな英語表記で、海外の製品みたいな印象を与えたんだ。だから都市部を中心に人気が出たんだぜ。当時の人からしたら、持ってるだけでおしゃれな気分になれそうね。また、その時代スポーツドリンク市場が急成長していた背景もあるんだ。1980年昭和55年にはポカリスエットが大成功を収めたから、サントリーも NCAA で新たな風を吹き込もうとしたんだよな。ポカリが登場した時代か。それで各メーカーが追いかけたのね。その通りだ。さらに、NCAA はただの模倣じゃなく、独自のアプローチもあったんだ。CM にはアメリカの陸上選手、カール・ルイスを登場させたんだ。頑張った人には NCAA、頑張れなかった人にも NCAA ってキャッチコピーを使ってたんだぜ。それ、心に染みるわね。頑張れない日だってあるもん。だろ、そのメッセージは努力を奨励するだけじゃなく、失敗も受け入れてくれる優しさがあったんだ。こういうの、今でも流行りそうよね。癒されるわ。ああ、昭和から平成にかけてのスポーツドリンク市場を支えた存在だったんだ。しかし1993年平成5年、J リーグの発足に合わせてサントリーは、J ウォーターを発売したんだ。そして、NCAA は市場から消えてしまったんだぜ。J リーグが出てくるなんて、時代の変化を感じるわね。そうなんだ。J リーグが盛り上がる中で、スポーツドリンクの需要はさらに広がったけど、NCAA の役目は終わったんだな。短い間の存在だったのに、それでも強く記憶に残ってるのはすごいわね。そうだな。デザインやキャッチコピー、すべてが印象的だったからな。みんなは NCAA を覚えてる？よかったらコメント欄で教えてほしいぜ。4つ目は、ソフト麺だ。昭和の学校給食で欠かせなかった存在で、今も多くの人の記憶に残っているよな。確かにね、でも何がそんなに特別だったの？戦後、日本の学校給食ではパンが主食だったんだけど、子供たちに不評で食べ残しが多かったんだ。それを解決するために、1960年代に東京都が新しい主食として、ソフトスパゲッティ式麺を開発したんだぜ。パンが嫌われてたなんて意外だわ。なんでソフト麺にしたの？当時、小麦粉が余っていたこともあって、米の代わりに麺が選ばれたんだ。それで工場で一度茹でて袋詰めし、学校で再加熱する、二重加熱方式が採用されたんだぜ。それが、ソフト麺の名前の由来なのね。なんか食べやすそう。そうだ。柔らかくてコシがないけど、口当たりが優しいから小さい子供でも食べやすかったんだ。しかも、ビタミン B1 や B2 が添加されて、栄養バランスもしっかり考えられていたんだぜ。栄養にも気を使ってたんだ。さすが給食って感じね。どんな味があったの？ミートソースのスパゲッティ風や、カレー汁で食べるカレー南蛮。それからけんちん汁や豚汁に入れるスープ仕立ても人気だったんだ。学校ごとに独自のアレンジがあったのも面白いところだぜ。それってバリエーション豊富で楽しそう。毎回どんな味が出るかワクワクするわね。まさにその通りだ。お楽しみ給食の主役だったから、子供たちからの人気も絶大だったんだ。地域によって違うメニューもあって、それが一つの楽しみでもあったんだぜ。でも、なんで姿を消したの？平成に入ってから、文部科学省が米飯給食を推奨するようになったんだな。それでパンや麺の回数が減って、ソフト麺の出番も少なくなったんだ。それに製造にも手間がかかるから、徐々に給食から消えていったんだぜ。なるほどね。時代の流れで消えていくのは仕方ないのかな。そうだな。
例えば、東京都では2015年にソフト麺の提供が終了している。でも、完全に消えたわけじゃないんだ。一部の地域では今でも、特別献立として登場することがあるんだぜ。まだ食べられるところもあるのね。それにしても特別献立って、なんだかワクワクする響きね。ところで、ソフト麺は実は今でも特定の店舗で購入できるんだぜ。そうなの？どこで手に入るの？例えば、カルディやヤオコーなどで取り扱っている場合があるんだ。懐かしい味が近所で買えるのは嬉しいわ。でも、ちゃんと電話で在庫確認した方がいいかもね。そうだな。さらに、Amazon や楽天といった通販サイトでも取り寄せできるから、確実に手に入れたいならネットが便利だぞ。昭和の味を家庭で再現できるのは素敵ね。きっと懐かしい気持ちになるんだろうね。昭和の給食文化の象徴で、学校生活の思い出そのものだったからな。昔の給食って、みんなで食べるからこそ楽しさが倍増するのよね。今の世代にもその楽しさが伝わるといいわ。そうだな。トマトソースやカレーソースとの相性がいいから、家庭でも色々なアレンジが楽しめるんだ。それなら、私も一度食べてみたいわ。みんなでワイワイ食べるともっと美味しくなりそう。私の地域の給食にも出て欲しかったわ。そうだな。ソフト麺があったら、レイムも学校で食べまくってただろうな。今からでも給食に参加できる？いや、それはただの不審者だろ。5つ目は、本中華だぜ。1979年昭和54年にハウス食品から発売された、昭和を代表するインスタントラーメンだ。どんなラーメンだったの？透明感のある麺が特徴で、つるっとした食感が魅力的だったんだ。そしてスープは醤油ベースが中心で、中華風の風味が強く、まるで本格的な中華料理を家庭で味わえる商品だったんだぜ。スープにとろみがあって、具材や麺にしっかり絡むから満足感があったんだ。昔懐かしい感じね。中華の味って贅沢だわ。ああ、キャッチコピーの、南中華、本中華は、当時の CM で大きなインパクトを与えて、みんなの記憶に残ったんだ。今でもそのフレーズを覚えてる人は多いぜ。ああ、それ聞いたことある。でもなんて寒いギャグなの。いや、失礼だろ。まあ、キャッチコピーって大事よね。ああ。また、昭和の後期はインスタントラーメン市場が急成長して、多くのメーカーが参入し様々な製品が出ていたんだ。本中華はその中でも特に、本格的な味を売りにして、贅沢な即席麺という位置づけを確立していたんだぜ。家庭で簡単に中華の味を楽しめるのって、当時は画期的だったのね。その通りだ。外食がそれほど一般的じゃない時代だったから、家庭で簡単に中華料理の味を再現できるというのが、多くの家庭で支持されたんだ。特に夕食や夜食に気軽に作れて、しかも美味しいってことで、家族みんなに愛されていたんだぜ。なるほどね。中華の味を気軽に楽しめるなんて、当時の人たちにとっては特別な存在だったのね。それに加えて昭和の終わり頃から好みが変わってきて、早く食べられるだけじゃなくて、質の高い食事が求められるようになったんだ。その時代の流れにも、本中華は見事に応えたんだぜ。なるほど、ただの即席麺じゃなくて、本格的な食事として受け入れられたのね。そうだな、だが残念ながら、競争の激しいインスタントラーメン市場で、1990年代に入ると売り上げが減少していって生産終了になったんだ。そんなに人気だったのに、時代の流れには逆らえなかったのね。そうなんだよ。けど、今でもインターネットや SNS では、本中華の再発売を望む声が多いんだ。もう一度あの味を食べたいっていう懐かしむ声が絶えないんだぜ。それだけ愛されていたってことなのね。ぜひ再販売してほしいわ。6つ目は、プラッシーだ。1957年昭和32年に武田薬品工業から発売されたオレンジ飲料だ。オレンジジュース、それがどうして昭和の象徴になるの？プラスと C を組み合わせた名前の通り、ビタミン C がたっぷり入ってたんだ。栄養価の高い飲料が求められてたから、子供から大人まで広く愛されたんだぜ。なるほど、健康飲料としての役割もあったのね。みんなで飲めるのもいいわね。しかも、プラッシーはお米屋さんが米袋と一緒に配達してくれたんだ。当時、冷蔵庫がまだ普及してなかったから、瓶のジュースは特別な贅沢品だったんだぜ。お米と一緒にジュースが届くなんて便利だし、ちょっとしたご褒美感があるわね。お米と一緒にジュースが届くなんて、今じゃUber Eatsもびっくりのサービスね。米屋さんが時代を先取りしすぎてたかもな。次はラーメンでも運びそうだ。それはやりすぎね。また、お届けします。プラッシーというテレビ CM のキャッチフレーズが当時は大流行したんだ。あの瓶に入ったオレンジジュースの姿が、家庭の温かい風景の一部になってたんだぜ。そのジュースの見た目だけでも、懐かしい気分になりそうね。プラッシーはこうした販売方法と家庭的な雰囲気で、昭和の生活の一部として定着したんだ。
だけど1980年代に缶ジュースが普及し始めると、徐々に姿を消してしまったんだよな。新しい商品が出てきて、米屋さんの配達も減っちゃったのね。時代の流れって残酷だわ。でも、懐かしむ声が多くて、1998年平成10年にはリニューアルして復活したんだぜ。瓶に加えて、缶やペットボトルでも売られるようになって、コンビニやスーパーでも手に入るようになったんだ。じゃあその時はまた人気が出たんじゃない？ああ、だけどその後はまた販売数が減って、2021年にはついに生産終了になってしまったんだ。でも、ブランド自体は、介護向け水分補給ゼリーとして使われ続けているから、名前は今も残ってるんだぜ。飲料としては終わっても、名前が今も残ってるのはすごいわね。長く愛されてきた証拠だわ。さらに、2017年の NHK 朝ドラ、ひよっこでも瓶入りのジュースが登場したことがあったんだ。そして、これを見た視聴者から、これってプラッシーじゃない、って話題になったんだ。NHK 朝ドラ、ひよっこでプラッシーが話題になったなんて、すごいわね。ああ、ドラマで登場するなんてまさに昭和の象徴だよな。次の朝ドラでは、プラッシーの米屋さんが主役だったりしてね。いや、そんなわけあるか。ドラマで登場するなんて、やっぱり昭和の象徴として愛されてるのね。また、お届けします、プラッシー。って言いながら米屋さんが届けてくれたら最高だな。それができたら本当に素敵ね。いつかまた会えるといいわ。7つ目は、プリンアラモードだぜ。昭和の喫茶店文化を象徴するデザートで、発祥は横浜の老舗、ホテルニューグランドなんだ。第二次世界大戦後、マッカーサーが厚木飛行場に到着した後、最初に向かったのがこのホテルだったんだぜ。あのマッカーサー、それって歴史的じゃない？ああ、彼はホテルに3日間滞在したんだ。その後も約7年間、ホテルは GH 級の高級商工と、その家族のための宿泊施設として使われていたんだぜ。じゃあ、プリンアラモードはその時代に生まれたってこと？そうなんだ。滞在していたアメリカ人の奥様たちを喜ばせたいという思いから、このデザートが考案されたんだ。ホテルスタッフは、奥様たちが住み慣れない日本でストレスを抱えていると感じたんだろうな。異国の地での暮らしは大変だったんでしょうね。それで、甘いもので気持ちを和らげたのね。そうだ。ホテルスタッフは、甘いものが好きな彼女たちのために、スペシャルなデザートを用意しようと考えたんだ。それがプリンアラモードなんだ。そうだったのね。それで、プリンアラモードってどんなものなの？プリンアラモードは、カスタードプリンにバニラアイスや生クリーム、それにバナナやリンゴなどのフルーツを組み合わせた一皿だ。平たい皿に広げるスタイルが特徴で、見た目の華やかさも魅力だったんだぜ。パフェと違って広げる盛り付けなのね。それだけで豪華な印象を受けるわ。当時、日本に輸入してきた洋菓子のアイデアが取り入れられた結果、この、アラモードという新しいスタイルが生まれたんだ。アラモードって、フランス語で、流行のという意味だったわよね。なんで知ってるんだよ。舐めてもらっては困るわ。でも、当時は異国の文化がとても新鮮だったのかしら。そうだろうな。喫茶店文化が広まるにつれて、こうした異国の雰囲気を感じるデザートはとても人気があったんだ。昭和の喫茶店はただの飲食店じゃなくて、家族や友人と過ごす憩いの場だったからな。デパートのレストランで食べた後に、みんなでプリンアラモードを楽しむ。そんなひとときが幸せの記憶になってるのね。まさにその通りだ。昭和の、固めプリンの卵の風味が強い、シンプルな味わいが親しまれたんだな。さらに、フルーツを添えることで子供から大人まで楽しめる贅沢な一皿になったんだ。今のトロトロしたのとは違った魅力がありそうね。そうだな。昭和後期にはプリンアラモードが全国に広まり、喫茶店の定番デザートになったんだ。食べるだけでその時代の温かい雰囲気が蘇り、今でも、幸せの記憶として語り継がれているんだぜ。そんなデザートが現代でも注目されているの？ああ。平成から令和にかけて喫茶店文化も再評価されているんだ。昔ながらの固めプリンを忠実に再現する喫茶店もあるんだぜ。昔の味を今でも楽しめるなんて素敵ね。SNS 映えもする盛り付けなら、若い人たちにも人気が出そう。その通りだ。最近ではカラフルなフルーツをたっぷり使って、見た目も華やかなプリンアラモードが提供されているから、SNS でも話題なんだ。特に歴史ある、ホテルニューグランドでは、当時のレシピがそのまま提供されているぜ。昔と同じレシピで食べられるなんて最高じゃない。当時の雰囲気を味わえるわね。プリンアラモードが時代を超えて愛される理由は、シンプルな材料で手軽に作れることにもあるんだな。家庭でも作れるけど、盛り付け次第で華やかになるから、特別な一品にも早変わりするんだぜ。自分の好きなフルーツを使ってアレンジできるのも楽しいわね。好きなものを自由に盛り付けて楽しむというメッセージが、このデザートの魅力なんだ。
プリン、アイス、フルーツの組み合わせは、世代を超えて人々を笑顔にする魔法のような力を持っているんだぜ。それなら、私も作ってみようかな。みんなで食べればもっと楽しいしね。それはいい考えだな。昭和を感じながら食べるプリンアラモードは、きっと特別な一皿になるはずだぜ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。